こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。現行モデルが登場したのは2010年8月のこと。すでに14年近くが経過し、販売台数も年間で2000台ほどに、一時期はモデル廃止も噂されていたが、2023年のジャパンモビリティショーでは、コンセプトカーハイパーツアラーが出展されるなど、どうやら次期型のプロジェクトは進んでいる様子。では次期型エルグランドはどのようなモデルになるのか？また、次期型エルグランドが王者アルファード、ベルファイアに立ち向かうために必要なこととは？アルファードの100分の4しか売れていないエルグランド、2010年に登場した現行エルグランド、幾度かのマイナーチェンジで刷新されてきてはいるが、ベースは13年以上も前のモデル。つい先日にも2024年3月にも一部改良版が行われ、アラウンドビューモニターなどのアイテムが標準装備になるなどでお買い得にはなっているが、目新しさはなく商品力は下がる一方、冒頭でも触れたように販売台数は見るも無残な状況で、アルファードベルファイアの2023年の販売台数が53086台13218台であるのに対し、エルグランドはわずか2255台と、アルファードの100分の4。一月分の半分しか売れていない。ここ数年の国内日産は、2022年に出したノットのトーラ、セレナの販売が好調で、KBV の桜も人気車となった GT、R やフェアレディ Z といった花形車種の動きは目立つが、そうしたモデルは話題にはなっても、販売台数への貢献度は小さい。ノートやセレナなどの人気車もいつまでも人気車でいられる保証はなく、次世代のしっかりと稼げるモデルが早急に必要であり、エルグランドの次期型は大いに期待したいモデルの一つだ。パワーターボに加えて、エコノミーなガソリンユニットも必須。現行エルグランドのパワーユニットは、2.5L の直4エンジンと 3.5L の V6 エンジンの2種類。ダウンサイジングターボでもなくマイルドハイブリッドでもない、時代遅れのパワーユニットだ。そんなエルグランドの次期型のパワーユニットとして、真っ先に思い浮かぶのが、T33X トレイルに搭載しているパワーターボ VCTURBO だ。 1.5L のガソリンエンジン発電モーター駆動で、2WD 車はフロントに最高出力 150kW に 104PS、最大トルク330ノルマル M のハイパワーモーターを、 4ORCE4WD 車ではさらにリアに最高出力 100kW136PS 最大トルク195ノルマル M のモーターを搭載する。その走りは爽快そのもので、燃費もすこぶるよく、 WLTC モード燃費で 19.7kmle、4ORC は 18.4kml に達する。自動車税もわずかに安くなる 3.0L 超 3.5L 以下の57000円から 1.0L 超 1.5L 以下の34500円。 3.5L V6 の置き換えユニットとしては十分な性能だろう。だが、これだけではアルファードベルファイアに立ち向かうことはできない。パワーターボに加えて、台数を売るためのエコノミータイプのパワートレインも必須だ。既存の 2.5L のガソリンエンジンをモディファイするか、パワーや燃費が足らなければ、北米アルティマ用の 2.0LVC ターボを利用するといってもある。新型アルファードも 2.5L 直4ガソリンエンジン車は残しており、価格も税込み540万円からとリーズナブルで、その廉価モデルを中心に売れている。ノートやエクストレイル、キックスのように、パワー一本になんてせず、ラージミニバンを求める顧客の声を聞いて、廉価なユニットも用意してほしいと思う。アルファードの全長×全幅×全高をコピーし、デザイン力で勝負する。デザインに関してはエルグランドスポーツミニバンという考えを日産自身が見直すことが先決で、まずは現行エルグランドの設定スタイル全高線 815mm をバッサリと諦めてほしい。全高はアルファード以上、車内からの視界が高いミニバンとして生まれ変わることが、次期型エルグランドが成功するための絶対条件だ。開発する側としては、ライバルアルファードベルファイアと差別化するため、走りのミニバンで一番になると考えたくなるところではあるが、残念ながらその方向性には需要がないことは、現行エルグランドの販売台数が示している。売れる車を作るには、自分たちが作りたい車ではなく、顧客が求める車を作る必要がある。アルファードという最高の見本があるのだから、全長×全幅×全高はそのままコピーし、細かなデザインで勝負してほしいと思う。ハイパーツアラーのアルファード並みの背高ぶりや、余計なキャラクターラインをなくして目を強調したボディサイド、従来よりもウィンドウラインを高めたアルファードスタイルは、まさにミニバンユーザーが求めるエクステリアデザインだと思う。ぜひともこれを次期型エルグランドで実現させてほしいと思う。ラグジュアリーミニバン市場は今後も高い需要が見込める。アルファードやベルファイアの販売動向や、
海外への輸出事情を見てても、ラグジュアリーミニバン市場は今後も高い需要が見込める。日産としてもアルファードやベルファイアの後塵を拝しているエルグランドの現状をなんとか打破し、再びエルグランドカテゴリの王者に仕立て上げたいという思いは強いことだろう。アルファードが新型となることで100万円以上も高額化したとしても、売れ行きは絶好調のままであることを考えると、次期型エルグランドにも勝機はあるはず。期待して待ちたい。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。希望はいろいろあるけど、現実的にはセレナのバリエーションモデルになっちゃうのかな。アルファードに勝たなくても背中が見える程度に追いつくなら、下品な外観と高い天井、実際の燃費と乖離してても優秀なカタログスペック、あとはカワシートとか分かりやすい動かさ、それとトヨタより20万30万円安い価格設定、これだけで足ります。走りのこだわりとか精神装備は多くの購入者の決め手じゃないです。見た目と値段、ここが決め手。要はプライドを捨てて日産バッジのアルファードを作ればいいんだけど、難しいんだろうな。e パワーとプロパイロット 2.0、 あるいはレベル3の自動運転ですかね。レベル3つけるならアルファードより高くても売れそうです。フラッグシップなので日産のレベル3第1号にふさわしいと思います。レベル3乗せたいのでエルグランドの新型が遅れてる気もします。アルベルの売り方はハイリセール頼み。だからエルグランドも性能なんかよりリセールバリューを高く維持することが必須。アルベルの性能が高いからよく売れてるわけではないことに気づくべき。画像ギャラリーのままのデザインで出るとまず売れない気がする。てか日産はなんというかデザインがすぐ古く見えてきたりするからな。質感とかもなんかなみたいになりやすい気がする。3列目の電動格納とか運転席、助手席もスライドドアかといった飛び道具でもないとアルベルとやり合うのは厳しそうな気がします。デザインと燃費が良ければそこそこ売れるでしょうね。セレナだってよく見かける。思いっきりかっこよいの待っています。クエストとニコイチですから北米がある程度売れてれば国内は良いんでしょう。しかし間違いなく開発はしてるのに一切スクープもなくモーターショーのコンセプトと憶測記事だけとはベストカーも落ちたものでデザインがくすぎでしょう。いいパワーを搭載してデザインが良ければそれなりに売れるはず。ニューモデルに期待です。タイトルの新型エルグランド大胆妄想を見て笑った。今までは同じ内容の記事にスクープってタイトルつけてた。ようやく自分たちで妄想と認めたんだね。アルベルより圧倒的に安いか、もしくはアルベル並みのプレチリセールがないと張り合う以前の問題で終わるね。まだ低いところを攻めてくるのか学んでないかな。 FRL グランドを横に置いてリバイバルすればいいよ。 FFL グランドは一切見ちゃダメ。広瀬すず並みに言うよ。マーケティング力なさすぎ。セレナの姉妹車にしてちょっとオーバーデコレーションで出せば現行型よりもよっぽど売れるんじゃね？ネット記事の欲しい期待に騙される前に作らない、売らないも大事。もっと売れなきゃ困るもんあるでしょ。ひっどい車、内装とか何年前の車だよって感じ。日産の関係者しか買わないんじゃね？快適性と積載量を増やしたら売れると思う。荷室が大事。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。